はい、今日は乳酸発酵させて作るらっきょうの塩漬け紹介していきます。らっきょうの漬け方は大きく分けて2種類。市販のらっきょう酢とかを使って簡単に漬ける方法とですね、昔ながらの製法、しっかりと発酵させて、乳酸発酵させて旨味を出す方法とね、2種類あります。で、今日はですね、昔ながらの方法、乳酸発酵させて作る作り方を紹介していきたいと思います。手間がね、かかるかなと思いきや、ほとんどがね、待ち時間です。ほったらかし状態で作れます。で、乳酸発酵させたものをね、体にいいですし、水溶性の食物繊維かなり含んでますんで、もうらっきょう自体が体にいいということでね、いいことずくめなんでね、ぜひともこの機会参考に、試していただきたいと思います。今日用意する材料、らっきょう1キロです。らっきょうの違い、目利き等についてはこの後ね、説明させていただきます。それから漬ける瓶。今日ね、これ、ダイソーです。もうおなじみダイソー100均ですが、300円で売ってました。2.2 リッターサイズのね、ガラスのやつです。密閉できるやつ。ご家庭で余ってる瓶とあればね、それ使ってもらって構わないと思います。密閉できるもの、かつね、ガラスがいいかなと思います。煮沸消毒してですね、この内側の部分をですね、焼酎とかで、キッチンペーパー濡らしてね、殺菌消毒しておいてほしいと思います。それから塩漬けなんで、塩ですね、食塩ではなくミネラル分含んだね、生鮮塩ではなくミネラル分含んだ塩がね、美味しいかなと思います。味の素さんの瀬戸の本塩とか、粗塩とか、そういったね、塩使ってみてください。それではね、早速作っていきたいと思います。はい、では、らっきょうの目利き、そして購入すべき曜日について解説していきます。らっきょうは泥らっきょうと砂丘らっきょう、大きく分けて2種類に分けられます。生の状態に関してなので、粗いらっきょうとかね、塩漬けのらっきょうっていうのはね、除外して2種類に分けさせてもらいます。泥と砂丘、これはね、出荷の時期、産地が違ってきます。らっきょうの出荷は泥からまずね、始まってきます。4月の下旬とかぐらいかな、始まってきて、5月の月末から6月の初めにかけて、砂丘にね、変わってきます。どっちがうまいのかっていうのがね、この解説の結論になるんですが、もうね、断然砂丘の方がうまいです。もう歯ごたえとか旨味がもう段違いに全然違ってね、うまいです。砂丘らっきょうっていうのはもう鳥取産です。で、砂丘で育ったらっきょうっていうのは身が締まっててね、栄養豊富に、含んでおります。鳥取砂丘らっきょうっていうのは、一種のブランド品なので、価格で比べると泥よりも1キロあたり100円とか200円で、割高になります。割高になりますが、そのね、お金支払った分差し引いても、旨味とかね、味、お釣りが来るぐらい全然違いますんで、ぜひともね、漬けるならば、砂丘らっきょう。砂丘らっきょうの出始めの時期までね、待ってもらって、そこでね、漬けてもらうっていうのがね、いいと思います。で、種類の次に関してですけど、見た目でね、何を基準に選べばいいのかっていうことなんですけれども、まずね、色。身のね、部分が緑色のものが結構ね、あったりします。緑色のものではなく、真っ白、純白なものを選んでください。そういうね、日光が当たって緑色に変色していくんで、土の中でね、育つものなので、日光基本当たらないので、真っ白なものを選んでもらえばね、間違いないと思います。そして、頭の部分、芽が伸びてないものを選んでください。どうしてもね、らっきょう成長早いんで、1日経っただけでも数ミリ伸びます。数ミリ伸びるので、芽が生えてないものっていうのは、基本ね、存在しません。なので、目の長さ、短いものを選んでください。そうすればね、目の長さイコール鮮度の基準になりますんで、目のね、短いものを選んでいただきたいと思います。そして最後ね、購入すべき曜日。これはね、もう八百屋目線な意見なのですが、土曜日一択です。土曜日のらっきょうっていうのがね、一番鮮度がいいんです。
らっきょうをつける作業っていうのは、作業される方、しっかりとね、時間をとって行いますんで、お休みの土曜日とか日曜日にね、つける方たくさんいらっしゃるんで、おのずとらっきょう、土曜日、日曜日によく売れます。で、そのためね、そのたくさん売れる曜日、週末をめがけてお店は仕入れますし、売れるからこそね、商品が回転していくので、売り場に常に新鮮ならっきょうが売られているという状態になります。この状態のピークが土曜日だと僕は思います。日曜日もね、売れるんですけれども、日曜日っていうのは市場が休みなんですね。日曜日売ってるものっていうのは土曜日に仕入れたもの、土曜日に売ってたものと同じものなので、1日分お店で寝ちゃってることになりますんで、土曜日買うっていうのがね、一番鮮度がいいかなっていうふうに思います。土曜日の前日、金曜日はどうかということなんですけども、金曜日っていうのはやっぱね、販売数で言うと土日に劣るんですね。なので回転数が落ちますし、その金曜日の前の段階での在庫、水曜日とか木曜日の在庫、残り物をね、販売している可能性っていうのも、ありますんで、金曜日はそういった不確定要素がある分、そういう不確定要素のない土曜日が一番最適だとね、お勧めさせていただきます。ぜひね、この点のポイント、八百屋目線のポイント、ぜひ購入の際に参考になさってみてください。はい、つけ汁の調合になります。お水 800ml に対して塩 60g 溶かしていきます。で、お水の 800ml は一回ね、沸騰させたものを使ってやってください。これはね、水自体も煮沸消毒、殺菌させたいのと、塩をね、溶けやすくさせるためとね、2種類の目的で、お水の方はね、沸騰させてやってください。水道水で全然大丈夫です。ミネラルウォーターでも OK で、なお OK ですが。これね、冷ましておきますよ。沸騰させた状態でね、つけちゃうとブヨブヨになっちゃいますから、常温程度までね、冷ましておきます。はい、ではね、らっきょう下処理していきます。下処理で、切り終わってから水洗いね、していきます。こうね、房になってるやつ、これをね、こう切り分けてやって、このね、3個メインで紹介していきます。この根っこの部分、ギリギリのとこ、落としてください。それから上のね、芽が出てる部分、ここをね、切り落とす。で、これで、完了になります。薄い皮がついててね、気になるかと思いますが、これはね、水洗いしながら、これね、取っていきますんで、この段階でここまでね、神経質にやっちゃうとかなり時間かかっちゃいますんで、根っこの部分と頭のね、芽の部分だけ、切り落とすというところにね、専念してください。で、根っこギリギリで切らないとどうなるかっていうと、これ1個ね、わざと、根っこギリギリじゃない、全然違うところで切っちゃいますけど、そうするとね、この中の、この層の部分、こっからね、ピュッてこう、出てきちゃうんですよ、これ。今ギュッてやっても出てこないですけど、つけてる最中にね、こっからね、中、芯がね、抜けてく感じでね、なっちゃいますんで、美味しくなくなっちゃうので、抜けないように、この根っこギリギリのところでね、切ってもらうっていうのがね、ポイントになります。よし、OK。切り終わりました。この作業がね、一番、作業的な大変さではピークかなと思います。これ終わっちゃえば、洗ってつけるだけなんでね、簡単かなと思います。早速ね、水洗いやっていきます。はい、水洗いはね、一気にこれ洗うのちょっとね、難しいかなって思います。なので、ボールとかをね、何個かにこう、分けて、2回、3回に分けてね、やってもらうのがいいかなって思います。水入れただけでもね、こうやって薄皮が浮いてくるんですが、さらにね、この薄皮をしっかりと取るために、こう、拝み洗い。こうね、揉み込んでやって、薄皮がね、剥がれるように促してやって洗っていきます。で、皮がね、薄いんで浮いてくるので、このね、上っ面をこう、今失敗しちゃいましたが、上っ面をこう水ね流してやれば、皮取れていきますんで、この作業ね何回かやってもらえれば、外側の皮根っこと
頭切りながらね、剥くなんていう無駄なことをせずに、こうやってね、簡単に、取れていくから楽かなって、思います。ちょっとね、何回かに分けて、一気に全部洗うのはちょっと難しいんでね、やってみてください。はい、洗い終わったらですね、ここで、らっきょうに熱湯をつけて、10秒間、殺菌の意味もね、込めまして、熱湯につけて、やります。10秒です。はい、OK。熱湯を切ってですね、らっきょうはこれで、下ごしらえ完了になります。はい、では、漬け汁がね、常温まで温度下がったんで、漬け込みやっていきたいと思います。瓶の方に、らっきょう詰めました。必ずね、瓶は、煮沸消毒、そしてね、焼酎等で、内側をね、拭いて、殺菌してください。冷ましたこの漬け汁を入れていきましょう。よし。ぴったり、ぴったり。若干ちょっと出るぐらいですかね。です。はい、この後ね、20日間かけて乳酸発酵させていきます。20日間で、食べれる状態まで持っていきますんで、まあ、5日刻みでね、5日後、10日後、15日後、20日後でね、動画上げていきたいと思いますんで、ご自身のものとね、見比べながら参考にしてもらえばいいかなと思います。乳酸発酵させる段階で、泡吹がね、出てきて、で、白濁、色がね、白くなったりします。発酵してる証拠なので、心配になるかなと思いますが、全くね、問題ないです。あとね、香り、らっきょう独特のね、香りしてきます。発酵してる証拠なので、これはね、心配なのですが、もう大丈夫というしかないんですね。で、乳酸発酵してるかどうかと見分けなきゃいけないのがカビになります。カビはもうカビた部分取らないといけないので、これはね、しっかりと見極めてください。で、カビのできる箇所ってもう決まってて、このね、上から飛び出てる部分、液体に使ってないところ、ここからね、カビてきます。なので、まあ、かき混ぜたり、上下をね、ひっくり返したりしながら、1日1回はね、こう混ぜてやれば、カビのね、起きる心配もないかなって、思います。まあ、混ぜるときに使う棒だとかっていうのはね、しっかりと殺菌したものを使っていただきたいと思います。それではね、もう待つだけです。5日後ね、どうなってるか、の方に、飛びたいと思います。はい、5日経った状態です。泡は出てないんですが、若干、白くなったかなというぐらいで、さほどね、目立った変化はありません。まあ、毎日かき混ぜてますんで、カビの発生はね、今のところないんで、順調かなと思います。このままね、引き続き、10日後の様子に行きたいと思います。はい、10日目のらっきょうの状態です。もうね、劇的に変わってますね。白く濁ってですね、これ、開けると、もうね、らっきょうのすっごいね、香りがぶわっと立ち込めてきて、こう見えるかな？泡がね、こう出てくるんです、こう、泡が。これね、もうガス発生してて、乳酸発酵してる証拠です。でね、赤とか青とかね、カビの色ないので、もうしっかりね、これ成功状態かなって思います。ガスがね、出てるんで、しっかりとね、蓋、このゴムパッキン、取らなくてもね、1日1回これ、ガス抜きしてもらえればいいかなって思います。こう、フレッシュなね、空気入るとね、発酵進むのかなとも思いますんで、ぜひね、これ10日目の状態、このままね、進めていきたいと思います。はい、15日目の様子です。10日目とほとんど変わんないかなって感じですね。若干ね、白い濁りが濃くなったかな。らっきょう自体もちょっとね、ちっちゃく一回りになったような気がしないでもない。はい。という感じですね。カビはね、相変わらず見当たりませんので、引き続きあとね、5日間、熟成させていきたいと思います。はい、ようやく20日目、完成になります。どうでしょう。1個ね、もうね、取り出して食べてみます。取り出す箸はもう、
殺菌した清潔なやつでやってくださいよ。はい。こんな感じです。おお。じゃあね、もうね、いただいてみますよ。もう、いただいてみるしかないんでね、味見してみます。うん。これはうまい。うん。塩だけなのかというこのうまみ、すごい。食感もすごいんですが、味がすっごい深いです。うまい。これ発酵させたらっきょうね、もう独自のうまみね、自分で持ってますから、めちゃくちゃうまいですよ。これわあうまい、わあうまい、すごいうまい。ちょっとね、まだねかすかにこのらっきょうのなんていうんですかね、ネギみたいな苦みっていうのがね少し感じられますが、もうね、あとはもうシャキシャキとうまいだけです。もうとにかくうまい。これやばいな。これ美味しい。いい感じで浸かりました。これね、大成功です。もう20日待つだけでしたが、もう大成功です。めちゃくちゃうまいぞこれ。はい。でね、この後はもう発酵ねしっかりしてるので、冷蔵庫保存してもらいたいと思います。冷蔵庫に保存すると発酵の度合いがね、スピードが遅くなりますんで、食感とかがね、保てるかなと思います。そのまま常温に置いておいても大丈夫は大丈夫なんですが、どんどんね柔らかくなっていっちゃうようなので、僕はねもう冷蔵庫に入れることにしております。あとはねもう小分けにしたりして、この液体に使ってればカビたりねすることはないと思いますので、小分けにする場合もねこの液使ってもらって、やってもらいたいと思います。でこのままね、すぐ食べれる塩分濃度っていうのでね最初からつけてますんで、他のサイトにあるなんか塩抜きとかっていうのをね全然する必要なく、このまますぐに、食べられると思います。らっきょうから染み出る水分計算しても7% 前後かなと思います。塩分濃度ね、なので食べやすい感じかなと思いますんで、はい。じゃあ今日はね、らっきょう塩漬け乳酸発酵させて作る昔ながらの方法をご紹介しました。めちゃくちゃうまいです。砂丘らっきょうね、今ね出てるかと思いますんで、ぜひともね、参考にチャレンジしてもらいたいと思います。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。